ペシャル特製ラーメンです。スペシャル特製ラーメン。スペシャル特製ラーメンです。どうぞ。ありがとうございます。なんかすごいことになってますね。ありがとうございます。もう別皿がぶっ飛ぶ食べ方ですね。あれちょっとぶっ飛びましたね。本当に。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝で今これ15キロですね。15キロ入れて今から昨日の準備してるスープを入れてちょっと作っていきます。今日の家系って結構いろいろあると思うんですけど、はい、このスープの味の狙いみたいなのってあるんですか、お店の。やっぱりこのね大阪といいますか関西の人にやっぱこう馴染みやすいような味っていうのは目指して頑張ってます。あとはもうひたすら美味しいのをやっぱ作るだけなので日々勉強はしてます。国産の豚もも肉ですね。これ大体10キロぐらいですね。1日使う分大体10キロぐらいです。そうですね、釜で、チップとかは使わずにお肉の脂とかで出てきた煙でいぶす感じで釜焼きにしてます。結構うちはお肉、業者さんに選定していただいてるんですけど、いいところを、あっさりしつつも結構ジューシーでしっとりしてるチャーシューっていうのと、やっぱお肉のこう自身でいぶされたちょっと燻香っていうのをつけて香りも楽しんでいただけるチャーシューって感じですね。うちのチャーシューは結構いい評判いただいてるかなと思います。どちらで修行されてらっしゃったんですか。吉祥寺武蔵屋さんっていうところでいろいろ勉強させていただいてたんですけど。お店のオープンっていうのはいつ頃なんですか。オープンが、5月の31と6月1日で2日間の無料イベントをさせていただいてから1日休んで6月3日にグランドオープンさせていただいてます。はい、なんで今で4ヶ月半ぐらいですかね。徐々にやっぱ定着していけてるかなっていうのはご近所さんの方とかもすごい増えてきて、常連さんとかお声掛けいただけるお客さんとかも増えてきたんで、
あれ最初のイベントの時って何人くらい来られたんですか？最初その1日に100杯限定でってやろうと思ったんですけど、なんか早い時間からとてつもなく来ていただいてて、裏に公園あるんですけど、大きい公園なんかもうそっちの方までわーってもうできちゃってたみたいで、多分200、300人ぐらいは並んだんじゃないかなって言ってて、ちょっと途中でごめんなさいってなっちゃったんですけど、多分もうこの町の一帯の方みんな来てくれたんじゃないかってぐらい出してよかったです。めちゃくちゃ賑わっていただいて。そうです。1年で考えが甘かったかもしれないですけど、1年でこういろいろこう勉強させていただいて戻ろうと思ってたんですよね。そういう約束で動いてた。そうです。僕もそのつもりだったんです。ちょっと1年じゃ難しいなと思ってちょっと相談させていただきますね。ちょっとまだもうちょっと勉強させていただきたいですっていう向こうで、そうですね、2年いさせていただいて。使ってるアイテムとかは同じではあるんですけど、比率、背柄の量とか現物の量とかそういうのはこっちでアレンジさせてもらって、やっぱ肉だしをいっぱい出したいなっていう気持ちがあるんですよ。なんかやっぱ関西のだし文化じゃないんですけど、やっぱこう馴染みやすい味っていうものにやっぱ肉だしってこう分かりやすく感じれるんで、そういったところをちょっと全面的に出せるような味にしたいなっていうのは思いますね。荒々しい感じっていうよりはちょっと、分かりやすくて優しめっていう感じにはなると思うんですけど、すぐ言ってくださる方とかも結構多くて、味の濃さに対して。そうです。めちゃくちゃありがたいです。本当にすぐ言っていただけるんですぐ調整できますし。関西弁じゃないじゃないですか。ご出身どこなんですか？僕ずっと大阪です。普段やっぱ嫁がねずっと標準語で話してくるんで、多分ちょっと映ってるところもあると思うんですけど、僕こういうかしこまった喋り方をするとちょっと標準語になるんですよね。大阪のセミンドさんです。これなぜ井上さんに決められたんですか？もう最初はもう大阪のセミンドさんをすごいこうちょっといろいろ探してて、いろんなところのセミンドさんとお話しして、いろんな面調べて、やっぱうちのスープに一番あったのが井上セミンドさんかなって。一般的な麺よりも結構ねちょっと若干太めなんですよ。で強めの食感というか、もちっと感がすごい強くて、で結構麺としても麺自体の味も結構強いんで、スープに負けることもあんまないかなと。小麦の海もしっかり感じられますし、でうちのその肉だし強みスープとの相性も結構良かったんで、それで井上製麺さんにお願いさせていただいてますね。やっぱり町からやっぱこうお子さん連れで来てくださる方も結構多いんですよ。で目の前小学校とかもあって、なのでうち小学6年生まで、麺量半玉の量なんですけど、ちょっと無料でお出しさせていただくっていうことをしてますね。うち小盛りと並盛りまで一杯無料にしてるんで、もうそれがあればもうお子さんお腹いっぱいになれるんじゃないかなと思います。お休みの日のお昼ご飯はもううちに来てもらってお腹いっぱいになってもらえたらいいですね。
ろしくお願いします。お隣にお店、構えられたじゃないですか。はいはいはい。でよく行かれるっていうふうにお聞きしてたんですけど。結構行かせていただいてますね。美味しくて。あんまり家系がなかったんで、この近所に。だからすごい嬉しいですね。みんなやっぱ家系待ち遠しにしてた人が多かったんで、ありがたいですね。味も申し分ないですね。なんか食べ方のなんか気に入られてる食べ方とかってあります？教えていただいたんですけどね、半分ぐらい食べた後ぐらいにですね、生姜とお酢を混ぜて食べたら美味しいよって教えていただいたんですよ。で本当にレンゲに酢が半分入るぐらいともう大さじ1杯ぐらいの生姜入れて食べると結構家系ってこってりしてるんですけど、なんか味が割となんていうんですかね、あっさりになってすごく重くなく最後食べれるんで、結構ねお腹いっぱいになる系なんですけどスッと入ってくる味になるんでおすすめですね。どれくらい漬け込みに？じゃあね、基本的にも今30分しかつけてないんですよ。でそれも最初は漬け込み時間結構長めにとってたんですけど、そこもやっぱりこっちの関西のテイストに合うようにっていうのを考えてちょっとずつ時間調整して今30分漬け込みしてますね。いりません、これで以上になってますね。ありがとうございます。そうです。今あれで焼かれてるやつの焼かれて、漬け込み終わって1日締めた状態のこのもう水分残ってる感じで、これがいいですよね。で最初は本当にもうなんていうんでしょう、ありがたいことにねたくさん来ていただいて、で僕もどれぐらい用意したらいいかっていうのは全くまだ分かってなかったんで、最初の本当1週間ぐらいずっと夜はもう売り切れましたごめんなさいみたいな感じでずっとチャーシューに追われてましたねまだねその頃は焼き方もいろいろ模索してて温度とかも調べながらだったんで、今はこういうしっとりできるようにはなってきたんですけど、当時はもうだいぶ苦労しましたまあ名前の通り銅と首にかけてるってやつなんですけど、これを最後の上に入れて
はい、いらっしゃいませ。こんにちは。すぐね、スタッフが借金もらえるように。はい。はい、上ラーメン中盛り固めでお待たせしました。お待たせしました。上ラーメンです。熱いので気をつけておろしてください。どうぞ。案内よろしくね。はい、じゃあさんです。どうぞ。おう。ごちそうさまお待たせしました。さっきチャーシュー麺の白髪ネギですね。お気をつけておろしてください。どうぞ。お味ともろみ油少なめでお待たせしました。お気をつけておろしてください。どうぞ。オーダー通します。はい。お外2番さん。ローラーメン畳み込み目です。はいよ。そっち行きます。お待たせしました。上ラーメンの中盛りの濃いめ多めですね。お気をつけておろしてください。どうぞ。はい、上ラーメン濃いめです。お待たせしました。お気をつけておろしてください。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。お気をつけて。はーい。漬物食べはい、る夜だけ中盛り固めになりますね。漬物食べるだオープンした時はちょっと満員で入れなくて3日目ぐらいから来て今週に2回か3回ぐらいは会話してあ、もうじゃあここスープと麺が合うというか別に普通に例えばチャーシューとかそういうのがなかったとしても普通にラーメンとして美味しい。チャーシュー麺いきます。お漬物にできありがとうございま。ますす。いいよぞお待たせしました。お待たせしました。スペ
ペシャル特製ラーメンです。スペシャル特製ラーメン。スペシャル特製ラーメンです。どうぞ。ありがとうございます。なんかすごいことになってますね。ありがとうございます。自分を覚えてもらえるとすげえ嬉しいですしね。で味ももちろん好きな味だったので、スープがまろやかだったりするのですごくこう優しいというか、そんなに尖ってないっていうか、すごく食べやすいスープ。仙台店をオープンしました。結構床にもございますね。お待たせしました。じゃあチャーシュー。お待たせしました。どうぞ。いいらっしゃいませ。はい。いらっしゃいませ。お伺いしますので少々お待ちくださいね。お待ちください。ライス小ですね。お願いします。ラーメン注文横伸びなしです。はいよー。では少々お待ちくださいね。そっち見んとだ。カメラ目線あかん。見た。あ、すいません、ありがとうございます。はい、気をつけて下ろしてください。どうぞ。面白いですね。上にさらに背脂。背脂。別皿出てる。失礼しました。どうぞ。はい、どうぞ。皆さんお揃いですか。来てください。美味しい。小池の方で一つずつはい。さっき固めの背脂白髪でちょっとなみなみあるんで気をつけて下ろしてください。どうぞ。初めて来られたんですか。初めてですね。何をきっかけに。いやそっちの現場で作業をしてて、で家系ラーメンある言って調べたんで、でたまたまこっち歩いてきたらちょうどあったっていう感じですかね。背脂はシェアされたんですか。そうですね。一回ちょっと試しにと思ったんで、2人で分けてっていう感じですね。美味しいですよ。普通にスープがそんなにドロドロしてないというか、キレがいいというかそんな感じでした。2セットください。はい。そうです。おつまの半玉無料のラーメンですね。
どちらもネギ抜きにさせていただいてますね。お汁は熱いから頑張って食べる。油まみれご飯です。どうぞ。お待たせしました。普通のラーメンを2つ先行きますね。はい。お気をつけておろしてください。どうぞ。はい、もう一つ失礼します。はい、どうぞ。はい、牛すじラーメンでお待たせしました。お気をつけておろしてください。どうぞ。はい、以上ラーメンのやめお待たせしました。お気をつけておろしてください。どうぞ。お気をつけて。ありがとうございます。お気をつけて。たくさんとキッズラーメン。お子様のラーメンネギはどうしましょう。ありがとうございます。ラーメンのお客様はこちらで。はい、お熱いので。はい。はい。はい。すいません。ラーメン。じゃあ熱いのでお気をつけください。はい、どうぞ。はい、よろしく。はい。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。どうぞ。お気をつけください。僕名古屋から来て。じゃああんたはね。あ、そうです。あんた僕は来て、先輩で名古屋の時に。うわ。めっちゃうまいラーメンあるから連れてったるわって言われて。背脂とご飯をスープにつけて食べるっていう。もう別皿がぶっ飛ぶ食べ方ですね。あれちょっとぶっ飛びましたね。本当に。やばいっす。なかなかないですよね。背脂を置いてる家系ラーメン屋さん。そうですね。いらっしゃいませ。お待たせしました。ジャーラーメン片栗多めです。どうぞ。お気をつけください。美味しい返し感あれ。確認っていう。それは。いらっしゃいませ。お待たせしました。背脂まみれご飯です。どうぞ。はい。おーい。まだお話しない。まだそう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 。よいしょはい、そこあげない。そこあげない。はい、固め濃いめです。どうぞ。お待たせしました。どうぞ。
ありがとうございます。せーの。ありがとうございます。ラーメン固めですね。お待たせしました。開けさせて話して。何をきっかけに知られたんですか、このお店。友人がなんか何回か来てて、めっちゃ美味しいよって言って、私は上ラーメンですね。僕も上ラーメンと、あと何だっけ、背脂ご飯食べさせてもらいました。僕も食べたことなかったんですけど、思ったほどしつこくはなくて、すごい美味しかったです。チャーシュー2枚も乗ってて、で2枚だけかなと思ったら細かくカットされたチャーシューも乗ってて、めっちゃ思ってたよりボリューミーですごく美味しかったです。ライスのショー頼んで海苔を最後ライスを食べるのが抜群に美味しかったです。会話もなくもう私は黙々と黙々と食べてしまいました。集中。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。ラーメンこっちから出して。はい。いきまーす。チャーシュー麺。ああ、農薬。よいしょ。はい、失礼します。はい、すみません、お待たせしました。お待たせしました。どうぞ。肉の身も入ってるんですよ。豚の赤身も混ざってて、それが結構食べ応えもある背脂になってるかなっていうのがありますね。チャーシューに使ってる肉の端材とかも炊いてるんですよ。それで味もしっかり出てるっていうところもあるので、特に大学生とか若い人たちには大人気ですね。そうはやっぱりどんどんこの千早の味広げていきたいですし、お店もどんどん増やしていきたいですよね。難波とかの方にも、ね、繁華街にドカンと行きます。千葉センタービルっていうところでやる予定だったんで、千早っていう名前にしてたんですけど、ちょっといろいろあってそこがなくなっちゃったんですけど、もうそのロゴとかその名前のデータが作ってたんで、もうこのまま行こうっていう馴染みすぎてもう違和感何もないですでこの場所も本当にそのご縁があってここにさせていただいたっていう感じなんで、周りの方とかお隣さんとかもすごい優しい人ばっかりですし、むちゃくちゃいい人なんですよ。本当に皆さん家主さんとかもすごい人で、なんでね、やっぱこの辺りもいい感じに盛り上がってくれたらなとは思いますね。僕は単純にその家系ラーメンの味が単純に好きやったんでのめり込んだんですけど、実際やってみて思うのはやっぱりラーメンライスじゃないですかね。やっぱ家系ラーメンラーメンおかずにライス食べれる、ただ家系ラーメンが好きでやっただけなんで常連さんとかでもやっぱりね、自分で好きなように食べれるじゃないですか。ご飯の上で海苔巻いたりなんかのせたり一緒に食べたりとか、たまに見たことない食べ方してる人とかもいるんで、うわすげえってこっちも思うんですよ。なるほどねみたいな感じの、そういうとこ面白いですよね。なんかもう一番でもやっててよかったって思うのはあれですね、お客さんが一口目二口目食べた時になんかこう小さい声でボソッと「うまっ」とか「あうまっ」とか聞こえるのがすごい嬉しいんですよ。なんか「わやった!」みたいな感じで、もうそういう時が一番やっててよかったって思いますね。ありがとうございました。ありがとうございます。